こんにちは、MD ジャックです。一気に暖かい日が多くなって日中20度を超えてくるとウォーキングしてて暑いなって思います。ハロハロー、ミミィです。愛は卒業前で色々忙しいので今回はお休みです。さて今回は KZ-DQ6S のレビューです。ジャックさん、このレビューちょっと遅めよね。ああ、実はやらない予定でいたからね。でも KZ の担当者から DQ6S 聞いたことある？持ってる？って聞かれたから持ってませんって言ったら送ってくれた。そういうことね。DQ6 はレビューしたこともあるけどね。有名レビュアー HBB とのコラボなんだって。私は全然知らないけどね。既存商品に付加価値をつけて再販するんだよねなんて思ってるからね。 DQ6 も販売中だから再販じゃなくてバリエーションね。それにしてもなんか今回冷めてますね。大丈夫？まんまと販売戦略に載せられたなと思ってさ。でも結論から言うと DQ6S は良かったわ。 DQ6 Pro って命名でも良かったんじゃなかろうか。じゃあ早速本題に入りましょう。大きさ、形状が DQ6 と同じだから装着感も同じ。重さがちょっと違ったね。なんでかは不明。ドライバーも同じ。10mm が1機、6mm が2機。面白いのはこれが全部ダイナミックドライバーってこと。そこが DQ の最大の特徴ね。じゃあ何が違うの？カラバリかな。6S にはローズゴールドもある。じゃあローズゴールド持ってたら一目で DQ6S だってわかるってことね。そうなるね。逆に DQ6S にはシルバーの設定がないね。グレーはどっちにもあるけど呼び方がちょっと違うね。 DQ6 だとグレー、6S だとグラファイトだね。実際の色が同じなのか微妙に違うのかは手元にないので不明。あとこの部分に HBB とのコラボモデルだぜって証がプリントされてる。それだけ？そんなわけないじゃん。音が違うのよ。音が一番大事っしょ。チューニングがね。ここに HBB って人が絡んでるわけだ。なんか鉛筆みたいな人だね。それ HB ね。まあ今回は DQ6 と波形比較して音質比較動画見て違いをつかんでもらえれば OK なわけだ。そうね。じゃあ早速音質比較動画に行きましょう。箱出し直後に聞いた第一印象は、ああ低域増したって感じ。 DQ6 よりちょっとおとなしくなったかな。モデル名の後に S がついているからやっぱ低域強しだった。高域もしっかり出るけどあまりきつくは感じないな。長時間音量上げてても疲れにくいなと思ったよ。へえ、微調整程度かと思ってたけど結構違うポイントあるのね。だね。比較ポイントはまず低域。1kHz あたりを境に 6S は徐々に増加。6との最大差が 50Hz 付近で 5dB ぐらいあるので聞いた瞬間違いがわかる。ほんとだ、6S はなんかドーンとくるわね。中高域から上は 2kg、5kg、10kg 付近のピークが 6S では抑えられてるよね。これが聞き疲れを抑えて心地よく聞けるポイントになっているんだと思う。まあざっくり言うとそんな感じなんでしょうけど聞き心地は結構違うよね。ブラインドテストされたら全く別なモデルだと思うかも。確かに波形自体あんまり被ってるとこないからね。同じ顔をしていても性格のちょっときついやに DQ6 は 6S よりパンチのある音っていうのか。低域がさほど強くないのもあって中高域から上が結構キリッとしてる感じがより目立つよね。これはこれでいいけど長時間の使用だと聞き疲れしやすいかな。そんな兄に対し優しい気質の弟 DQ6S は
広域を抑え低域が増しているので抜けが悪いかというとそんなことはなくて、8キロ付近のピークは残して他3ポイントを制御した風に見えるので、元となる DQ6 の特性を壊さず再調整して低域を増したという風に見えたね。ミミィはどっちかというと 6S が好きかな。DQ6 と比較した DQ6S の音質をまとめると、低域が増し中高域と高域の特定ポイントが抑制されたため広がりがより感じられるようになったが、改造感は少し落ちたか。低域をもう少し抑えるとさらに聞きやすいと感じたが、少しマイルドになって聞きやすく良い仕上がりになっているなぁと思いました。ちょっと気になってニューモデルの ZES も追加で比較してみたよ。1の低域から中低域は 750Hz ぐらいまでがそっくりよね。ZES ってちょっと広域の抜けがもう一歩って感じもしたんだけど、 DQ6S はそんな風に感じなかったから広域の出方を比較してみたくて。広域のカーブの特徴はちょっとずつ違うけど、決定的にここが違うから DQ6S の方が抜けがいいってポイントがはっきりしないのよね。聞いた感じでは DQ6S の方が ZES より少し抜けがいいとしか言えないかな。ドライバーの違いなのかな。 ZES に比べて DQ6S の方が高低のバランスはうまくいってると思ったわ。違うのはチューニングだけということなら EQ でシミュレーションした DQ6S の波形を DQ6 に適用したら DQ6 と DQ6S は同じに聞こえるんだろうかって思ったんだけど、ああ、理論上は成り立ちそうね。でもさ、ジャックさん、よくそんな面倒なこと考えつくよね。悪かったね。めんどくさい人で。いや、別にジャックさんがめんどくさいわけじゃないんだけど。結構時間かけてそっくりさん補正を作ったから、まずは適用の瞬間を動画で。DQ6 のピンクノイズ波形が DQ6S の波形にできるだけ重なるようにしてみた。こんな感じで、この EQ セッティングを適用してレベル差も合わせて聞いてみる。レベル差自体が 0.6 デシベルぐらいあって DQ6S の方が小さめだった。結論から言うとブラインドテストだったら聞き分けられないだろうなってレベルで見てた。DAW ソフトを使うと割と簡単にできるので、興味のある方はどうぞ。そんなの誰もやらないっしょ。そんな冷たいこと言うなよ。はい、無線化担当のミミィです。なんてね、最近、無線化には CCA-BTX を使うことが多いので、今回も BTX 接続ね。有線でも無線化でもほぼ波形に変化はなくて、聞いた感じも良かったわ。外出時1時間ぐらい、結構大きめの音量で聞いてみたけど、ボリュームを上げても聞いていられるっていうのはバランスがいいからなのよね。特に、外では低域が少し逃げる傾向だから、このくらいの低域があっていいと思ったわ。ホワイトノイズはちょっと気になるかな。感度高めだから仕方ないところね。ノイキャンはないけど、5000円以上、1万円以下の TWS と比較しても、この組み合わせの方が、質感は上な気がするわね。チューニングが新しくなった DQ6S は有線でも無線化しても使えて、価格が3000円台と手頃なので中華イヤフォンデビューされる人にもおすすめできます。低域強めが好きなら DQ6S、 やや広域寄りなバランスが好きなら DQ6、 どっちも好きなら両方買っても損はないでしょうね。どっちかなら個人的には DQ6S を押しますね。ということで KZ-HBB-DQ6S のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。